皆さんこんにちは。ラテ先生の税金豆知識。今回は会社員が確定申告でしなきゃまずいもの4つ、申告すると得するもの4つがテーマです。年末調整のおかげでほとんどの会社員は確定申告が不要となっています。しかしたまに確定申告をしないとまずいことになったり、確定申告をすることがお得になったりします。ご存知の通り、所得税の計算期間はその年の1月1日から12月31日までです。したがって確定申告をする場合は、年末調整後に会社からもらった源泉徴収票をもとに申告をします。申告しないとまずい場合には、翌年の3月15日が申告と納付の期限になります。今回これに当てはまる代表的なものを4つご紹介します。申告がお得で税金還付となる場合には、翌年1月1日から5年間還付申告することができます。こちらも代表的なものを4つご紹介します。講師はラグドールのラテ先生です。まず確定申告しないとまずいものを取り上げます。会社員には大変身近なものとして、副業収入、家賃収入で儲けた場合、生命保険などの満期保険金を一括で受け取った場合、自宅を購入価格よりも高く売却した場合などがあります。こうした場合には確定申告の義務があるので、申告をしないとまずいです。ただし、申告する際に知っておかないと損をする注意点があります。今回は損をしないためのポイントを中心に各項目ごとにご説明をします。まず、副業収入、家賃収入で儲けた場合です。この場合は、給与収入から得られる給与所得と、副業家賃収入から得られる所得とを合計し、その合計で確定申告をしなければなりません。副業による所得は、所得税法上は事業所得または雑所得に分類され、家賃による所得は不動産所得に分類されます。このうち事業所得または不動産所得で赤字が出た場合には、プラスの給与所得から事業・不動産の赤字分をマイナスしますから、年末調整よりも合計所得が減り、所得税が戻ってきます。また、会社員で年末調整を済ませている給与所得以外には、副業・家賃の所得しかなく、かつその金額が20万円以下の場合には、確定申告しなくても良いです。以上の2点は損をしないための注意点なので、ぜひ覚えておきましょう。続いて、生命保険などの満期保険金を一括で受け取った場合です。この場合も、給与収入から得られる給与所得と、満期保険金から得られる所得とを合計し、その合計で確定申告をしなければなりません。ただし、満期保険金は所得税法上で一時所得に分類されるので、所得計算時に50万円の控除と2分の1課税とが適用され、所得金額は少なくて済みます。なお、会社員で年末調整を済ませている給与所得以外には、この所得しかなく、かつその所得計算結果が20万円以下の場合には、副業家賃の時と同様に確定申告しなくても良いです。損をしないための注意点なので、ぜひ覚えておきましょう。続いて、自宅を購入した時よりも高値で売却した場合です。この場合は、まず、給与収入から得られる給与所得から、所得控除を差し引いて計算された総合課税の所得金額に税率をかけて総合課税の税額を算出します。同時に自宅売却から得られる譲渡所得に土地建物に適用される税率をかけて分離課税の税額を算出します。この両者を合計し、その合計で確定申告をしなければなりません。なお、土地建物の譲渡所得金額は居住用財産などに適用される特別控除を適用するとゼロ以下になることがありますが、その場合でも必ず確定申告をしなければなりません。確定申告をしないと特別控除は受けられません。忘れてしまうと大変に有利な制度が受けられなくなることがあるので、
よく注意をしましょう。ここからは確定申告がお得なもの、すなわち申告すると所得税が還付される場合です。会社員には大変身近なものとして、住宅ローン控除を受ける1年目の場合、自宅が災害で大きな被害を受けた場合、医療費控除を受ける場合、ふるさと納税をした場合などがあり、こうした場合は確定申告すると所得税が還付されます。住宅ローン控除の適用1年目の場合、自宅が災害で大きな被害を受けた場合は、共に確定申告すると大変に有利な取り扱いが用意されています。めったにないことなので、必ず確定申告をすると覚えておきましょう。医療費控除は会社員にとって大変身近な制度なので、ご存知の方も多いと思います。でも、この制度の内容の勘違いは結構多いです。ここでは説明しきれませんので、詳しくはチャンネル内の医療費控除の上手な活用法をご覧いただければ幸いです。最近話題の多いふるさと納税については、確定申告の時に間違いやすいことが2つあります。大切な注意点なので、その2つを以下で説明します。ふるさと納税にはワンストップ特例という便利な制度があります。この申請をしておけば、5つの自治体までの寄付ならば、年末調整のみの方は確定申告をしなくてもふるさと納税の恩恵が受けられます。ただし、一旦ワンストップ申請はしたものの、他の理由で還付申告、確定申告をすることとなった場合には話は違ってきます。その場合は、ふるさと納税分の寄付についても改めて申告をしてください。これじゃ二度手間じゃないか。その通り。でも、節税のためだと潔く諦めましょう。なお、今ご説明したように、還付申告、確定申告を行う場合には、ふるさと納税分の申告をその中で行う必要があります。その時、確定申告書の記載欄によく注意をしてください。注意するのは、確定申告書の第1票、そして第2票です。記載欄を間違えると、税務署から住んでいる自治体に誤った情報がそのまま行ってしまい、所定の住民税還付が受けられないことがあります。ここで付録として確定申告でよくある誤解について簡単に触れておきます。まず、申告しないとまずいにもかかわらず、相続した不動産で得た賃貸収入を申告しないといった例です。所得税は申告納税制度を採用しており、自分で計算申告するというルールになっています。じっと待っていても税務署が親切に教えてはくれません。その後無申告には重い罰則が待っています。十分ご注意ください。一方、申告義務をきちんと果たしたのは良いけれど、その後の納税を通知が送られてくるまで待っているといった例です。申告したということは、税額も自分で正確に分かっているはずなので、3月15日までに自ら進んで納税するルールとなっています。これを忘れると、延滞税や加算税といった不利益を被ります。十分ご注意ください。次に、申告で税還付されるにもかかわらず、勝手に還付申告をすると会社に迷惑がかかるのではないかと思っている例です。確定申告は国民の義務であるのみならず、権利でもあります。ご心配は不要ですので、堂々と確定申告をしてください。最後に、今回のテーマ説明を一覧にまとめました。このほか、還付申告で忘れやすいものについては、チャンネル内動画、得する還付申告忘れやすい項目トップ6をご参照いただければ幸いです。ここまでラグドールのラテ先生がお送りしました。今回のテーマは以上です。次回もお楽しみに。よろしければぜひチャンネル登録をお願いいたします。